ポカラ先生と謎の泉。第一章魔法の森の秘密。片田舎の町の静かな一角にある魔法の森の動物病院。この病院は普通の動物病院とは少し違っていました。院長のポカラ先生は実は魔法の森からやってきた魔法使いだったのです。毎日ポカラ先生は魔法の楽器を使って動物たちの治療をしていました。楽器の音色は動物たちの心と体を癒す力を持っていました。しかし、その楽器には大きな秘密がありました。その楽器は異次元への扉を開く鍵でもあったのです。ある日、ポカラ先生は病院の庭で動物たちと一緒に朝の散歩を楽しんでいました。その散歩中に不思議な光を見つけました。非常に小さい点から強力な何とも言えない光が漏れ出ていました。直感的にそれが異次元への扉であることに気づきました。その夜、病院に不思議な光が差し込み、ポカラ先生は異次元の世界に突然引き込まれてしまいました。そこには異次元の森が広がり、奇妙な生き物たちが住んでいました。異次元の森に足を踏み入れたポカラ先生は、最初は恐怖と驚きで動けませんでした。しかし、森の美しさと動物たちの優しさに触れるうちに、少しずつ心が落ち着いていきました。目の前には見たこともない美しい森が広がっていました。木々は光り輝き、葉はエメラルドグリーンに輝いていました。また異次元の森には巨大なキノコが生え、夜になるとそれらが淡い光を放ち、地面には星の形をした花が咲き、風が吹くたびに甘い香りが漂っていました。異次元の空には虹色の鳥たちが飛び交い、森の奥からはかすかな音楽が聞こえてきました。驚いたことに、その音色はポカラ先生が持っている魔法の楽器と同じ音色でした。ポカラ先生は音楽の源を探しながら森の中を進んでいきました。巨大な木の下に小さな動物たちが集まっているのを見つけました。動物たちはポカラ先生の姿を見て驚きましたが、すぐに彼の優しい心を見抜き、歓迎しました。ポカラ先生は周囲を見渡しながら、この森、すごく綺麗ですね。でも、なんだか静かすぎる気がするんですけど、とつぶやきました。小さなリスのリリーは悲しげに答えました。生命の泉が枯れかけているからです。泉が元気を失うと森全体が静かになってしまうんです。彼らはポカラ先生が魔法の楽器を持っていることに気がつきました。そしてその楽器が彼らの世界を救う鍵であることを感じ取りました。第2章異次元の危機。動物たちから話を聞いたポカラ先生は、異次元の世界が危機に瀕していることを知りました。異次元の森の中心にある生命の泉が枯れかけており、その影響で森全体が衰えてきているのです。生命の泉を復活させるためには、魔法の楽器を使って特別なメロディーを奏でる必要がありました。ポカラ先生は妖精や動物たちと生命の泉へ向かうことを決心しました。道中、彼らはさまざまな問題に立ち向かいながら友情と信頼を深めていきました。暗い森の中で何かが素早く動く音を聞いたポカラ先生の心臓は早鐘のように打ち始め、
手に持つ魔法の楽器をしっかりと握りしめました。突然、巨大な影が現れ、彼の前に立ちはだかりました。リリーは素早く動き、影の正体を探りました。フクロウのオリバーは、昔現実の世界にいる時ポカラ先生に命を救われたことがあり、ポカラ先生に恩返しのため、フクロウオリバーの優れた知識と洞察力で冒険をサポートしました。彼は影の正体を見抜き、ポカラ先生にただの脅かしだけと助言を与えました。ポカラ先生は魔法の楽器の力を信じ、生命の泉の方へ進んでいきました。第3章特別な音色。生命の泉にたどり着いたポカラ先生と動物たちは、泉の周りに集まり、魔法の楽器を手に取りました。ポカラ先生は動物たちの期待を胸に、特別なメロディーを奏で始めました。楽器の音色は森全体に響き渡り、枯れかけていた生命の泉が徐々によみがえってきました。泉が完全に復活すると、森は再び活気を取り戻し、動物たちは歓喜の声を上げました。ポカラ先生は異次元の世界を救った英雄として称えられ、動物たちから感謝されました。第4章異次元から魔法の森へ。ポカラ先生は異次元の世界での冒険を終え、元の世界に戻ることを決意しました。動物たちとの別れを惜しみながらも、彼は魔法の楽器を手に、再び不思議な光の中へと消えていきました。片田舎の魔法の森の動物病院に戻ったポカラ先生は、異次元での経験を胸に、さらに多くの動物たちを救うために日々の診療に励みました。そして病院はますます不思議な場所として知られるようになり、不思議な治療を求める多くの動物や妖精たちが訪れるようになりました。異次元の世界での体験により、ポカラ先生は自分の魔法の力を超える力の存在を知り、またその想像以上の謎と力に驚きました。ポカラ先生はより強く、より優しい魔法使いへと成長していくため、異次元の世界に再度訪問し謎を解き、その力を得ることを決心したのでした。